どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。有名な山の頂点を一輪車で駆け巡る夫を持つ妻さやです。俺やん俺一輪車で人知れず爆走してたんだ。あの頃のゲンさんは素敵だったよみんなということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。カバインカバ出社。はい、朝礼始めますこれが一番意味わかんないなと思ったんだけどまあ意味はわからんけどで今日は何のために僕はここに集められたのかしら。集められてねえといつもいるんだよここにということで今回、はい、こちら夜遊び3ということで今回やっていく企画というか、動画はこちら、声優と夜遊び3回目の出演決定。そんなことあるんだ。いやもうありがたいことにですね、声優と夜遊びは何度も出演させていただいておりまして、今回はですね、花江夏樹さんと小野賢章さんの、木曜日になりますので、今回ちょっとただ行くだけではなく、さすがに毎回我々は、絵を持っていくという宿題をいただいてますので、だいたいね、絵を持ち込んで、そして声優の方々に無茶ぶりをしていくということで、今回もあります。2つあるんですよ。2つ、2種類ね。そう、1つは昨年同様ちょっとサプライズで似顔絵のプレゼントさせていただこうということをね、番組のスタッフさんともお話ししておりまして、前回はね、浪川さんと花江さんにそれぞれ書かせていただいたので、今回は僕が花江さんに、でさやが小野賢章さんにこう書かせていただこうということで、まずはそちらのちょっとラフを作っていければなと思うんですけど、今回もう一個あるんですよ。覚えてますか？声優になりたい息子を諦めさせる100の方法、通称声100まあ前回の放送以外出てないんですけど、別に、前回ね、浪川さんと花江さんと一緒にやらせていただいたのが、タイトルからすごい変な漫画の妄想をしていくと。そうそう、なんかたくさんあったんだよね、漫画のタイトルがね。むちゃくちゃなタイトルがいっぱいある中、声100を選んでいろいろちょっと妄想していた内容があったんですけど、今年それ漫画にして持ってきてくれませんかしかも今回はなんとそれを生アフレコ即興でしてくださるっていう、やばいですね。どんなのが上がっても生アフレコさせられるっていう、逆に確かにね、めちゃくちゃ急に無茶ぶられるっていう、状況になると思うんですけど、じゃあ今回ね、その2本立てでやっていきたいと思いますので、早速書いていきたいと思います。さあ、ということでまずは似顔絵のプレゼント、今年もさせていただくので、それのラフを書きながらまずいろいろと考えていければなと思います。ラフもう緊張するよ、存在がもう当たり前だよね。いや、夏目さんちいい加減慣れないのみたいな思うかもしれないですけど、1年半に1回ぐらいお邪魔させていただいてて、いや慣れるわけないだろうっていう。いや慣れるわけない。だってみんなバンジージャンプ年に1回飛んでみ。いや慣れないだろう。慣れないよ確かに、いや本当だよね。そういうことですよ。でもね、番組のスタッフさんともいろいろお話ししまして、お二人のねパーソナルな部分を似顔絵に表現していこうかというところではあったので、大さんやっぱラーメンにしようかと思ってて、賢章さんといえばというのもあれですけど、ラーメンに入ってる賢章さんってどう？それはダメだろ。ダメ？ダメだろ。入りたいかな。もう二郎系ラーメンにも二郎系ラーメンに浸かる初対面で何を持ってこうとしてる二郎系ラーメンってさ、食べたことないんだよな。なんか呪文があるんでしょ。あ、ダメだカダブラみたいな感じで言うてアダバケダブラとは言わんだろ別に。言うてエクスペクトパダラバダーって言いながら入っていくんでしょ。そうすると向こうもレダクト打ってくるからスティピファインって返して帰る。返してないだろそれやめろ、賢章さんの前でハリポタ出ただって二郎系ラーメン検索したら、すごい標高3メートルぐらいあるよこれ。どうやって食べるんだろうね。野菜からやっぱ徐々に減らしていかないと麺に到達しないってことなのかな、やっぱ。でもだってさ、お野菜もさ、やっぱさスープに使ってるところから食べたくない？だけどさ、そうするとさ、この辺から崩していくことになるわけじゃん。どうやって食べるんだろう。もうほら、二郎系ラーメン我々の中でファンタジーになっちゃってよ。確かにね。どうやって食べるんだろうっていや、ファンタジーのさ中に出てくるご飯とあんまり変わんないんだよね、イメージが。そう花江さんはやっぱりね、すごくいいパパじゃないですか。
そうだね、もちろんすごいプロのね、声優さんとしても不動の地位を確立されてるんですけども、パパな面っていうのがあると思うので今ラーメンの話してたから、パパの面というのでパパの面違うパパは面にならない今感情変化ミスったなと思ったミスりすぎたらそれをいやだからやっぱり花屋さんちの可愛らしい双子ちゃんをそうね、もうなんかもう交えて、小煩悩な感じを素敵、めっちゃ素敵じゃん。めっちゃチャーシューお布団にしてね。おかしい誰かな。ダメだろ。いやわかんない。ジロリアンからするとやっぱ夢だって夢ではならんとは思う。さすがにならんとは思うんだけど。ということで一旦まずざっくりラフやってみました。こちらです。せーのドン。本当に入ったままです。でもいい。ちょっと可愛くない？可愛いな。可愛いけど可愛いな。ちょっと入っちゃったんだよね。入っちゃったねだいぶ。しかも服着たまま入っちゃってるからもう。しかもなんかさ比率がさ。でも賢章さんちっちゃすぎるな。いやでもめっちゃ可愛いな。二郎系ラーメンの妖精みたいな。注文すると一定確率で排出される。SSR ですね。SSR。いいね。嬉しいね。ゲンさんなんかすごい。こういういいね。双子ちゃん。そう、もうやっぱり子供は文字通り天使という言葉をやっぱりみんな感じてると思うんですよ。普段ね発信されてる内容を見てもやっぱ溺愛されてると。そうね。でその時のなんかこう心象風景みたいなブワーっていう幸せをもうそれをみちみちとしたような絵を描こうかな。素敵やん。ゲンさんに似合わない温かい柔らかい絵にゲンさんに似合わないそう普段あんまり僕は描かないような温かい絵をなんかこの辺を詰めて双子ちゃんを愛おしみ抱える花江さんを描いてみたいなっていう。めちゃいい。チャイさんちょっともしかして小野賢章さん出すかもしれない。確かにちょっとちっちゃいからつまんでこっちにひょいって。前にラーメンすぎる。ラーメンすぎるこれ具になってるなんだろう。妖精ではなく具。はいということでじゃあちょっとこんな感じでもうちょっとラフを詰めてスタッフさんとね送ったりなどして本書きしていければと思うんですけど、もう一個ありますね。問題はもう一個なんです。今回2つ目の声100、実際にじゃあ漫画にすると言ってもさすがに1本は無理。読み切り1本みたいな番組尺どうなっちゃうのっていう。なんだろうだって普通に3時間ぐらいかかっちゃうから、今回ご依頼いただいたのが1ページずつ。そうだね、2つのシーンを1ページずつみたいな。そうストーリーとしては大御所声優の弦がお前なんだって感じ。俺なんだって感じでお母さんがナミっていうね、浪川さんのナミ。リビングで息子の夏希が猫のさやの声真似をしてるシーンを目撃してしまい、そこに声優としての可能性というか才能を感じ取ってしまうみたいなシーン、話しましたね。そんな話しましたねっていうシーンまずそこを1場面書いてくださいってことですね。でそして2つ目が声優目指す目指さないとかなんかいろいろごたごたがあった後に声優である父ゲンが昇天してしまうと、これいただいてるシーンのタイトルがさゲン行く。そうシーンタイトルゲン行くってこんな依頼をもらうことないじゃん。いやそうなんだよ。おっとしんどると思って。でそれでアフレコスタジオで収録をしている夏希とすでにね声優として少しずつこう芽が出始めている夏希で、そしてその頭上にはこう天国からゲンが見守ってるよみたいなシーン、バトンタッチをするという感動的なワンシーン、そこも書いてください。無茶言うなとだんだん無茶ぶりがなんかすごいことになってきたって感じしますけどね。今回はそこを書いていこうかなと思いますとりあえず今はネームじゃないですけど、一旦ちょっとどんな風にするっていうぐらいのをちょっとね書いてみますか。いやそうだね、ちょっとこんなの初めてだから、ゲン行くを書いたことはないからさやっぱり用意スタート。じゃあゲンさんが、じゃあ夏希が声真似をしているシーンね。そうですね。さやさんゲン生かすわ。さよならゲンさんしかもこれ1ページなんだよね。いやそうだよ、1ページ。そう1ページに収める量としては結構ボリューム感がすごいね。迷いなく夫を昇天させるなまずゲンすぎるだろそれはゲンすぎないか。大丈夫かそれ。エンジェルムチムチゲンだよこれ天使になっちゃってるもん。でちょっと今回ね漫画という体を取るということなので、絵柄統一問題があるんですね。そうだね。なので今回は表紙も別に書かせていただくんですけど、その表紙もさやが書くことが決めているので、そこに合わせて中身はさやが全部書くことになるかなと思います、絵としてはね。どうしたらいいの？ここだけだったら完璧に書けるんだけどなもう一人増やしとくか。夏希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 
多すぎるここ泣かすシーンなんだよ。30巻まで読んできてさ、30巻もあんのここでさ、あ、そうだお父さんっていうさシーンかもしれないのにさ、そう、それをやっぱ想定しないと。だからやっぱり泣かせたいね。無理だよ1ページじゃでも分かんないよ。だってここにアフレコしていただけるんだよ。いや確かに、すごい。私が書いた漫画に一流声優さんたちが声をつけてくださるなんてさ、とんでもねえことだ。とんでもねえことだよ。なんだそれ。見てるか、子供の頃の私、なんかよくわからない展開になってるぞ本当にマイクが必要。このうちに下がってるやつでいいか。あ、なんか違う。なんかね、こういうのがついてんだよ、生産っていうのは。ポップガードみたいな。網みたいなやつ。そう、網。ポップガードのあ、網。これ知らないんだよ、ポップガードとか声優なんじゃねえのか、ゲームは。顔してこれ何ってでも今回あれでしょ、即興アフレコをしていただくから、セリフは考えなくていいってことですよね。あ、そう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 、だから父さんやるよ俺とか書いちゃったけど、これはいらない。いらないってことそういうことを多分即興で演じていただけるあ、そういうねらしいので、それすごいな、楽しみだね。ね、すごい楽しみ。一旦これも提出してみて。提出するな、これやばすぎる。あったよ、真面目に考えればいいんでしょ。どうしよう。まずだってどう考えてもだって源さんはさ浮いてるじゃん空に、泣かせる一コマ書きたいな。やっぱみんな感動するようなコマになったらいいよね。いや、そう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 。いいけどさ、間が飛びすぎてるんだよな。飛びすぎてるとか言うねだってお父さんがさ、こいつは素質があるかもしれんってさ発見しちゃったシーンでしょ。だからもうこっちデビューしてるんでしょ。そうむちゃくちゃだよもうみんなの補完力が試されるってことだよね。確かに見てる方のもはや妄想力すら試していく、なんかもう全員試されてるな見てるだけじゃダメだよ、みんなただの視聴者になっちゃダメなんだからね。夏目さんちも試されてるし、花江さんと賢秀さんも試されてるし、視聴者の方も試されてる。みんな夜遊びスタッフの術中にある、術中にある。手のひらの上でくるんくるん。はい、ということでこちらです。せーの、ドン。これはまあまあまあ、こんな感じでしょ。なんか確かにすごい熱い感じというか、そう、なんかこうちょっと感情が出た。いいね乗ってる。チンジャオロースは別にロース肉は関係ないんだよ。どうでもいいこと改装すんの。頑張れよ。何をね、中華職人になるやつみたいになっちゃう流れ的に。父さん教えてくれてる。悲しいわ、悲しいわ。いやこれさ、これどっちなんだろうね。これ感動させた方がいいのかさ、ふざけた方がいいのかさ、ちょっとこれ人を測りかねる。でもなんかでもどう考えても、いやぶっ飛んでるから、確かに本当に感動のシーンを書けば書くほどちょっとシュールな気がする。確かにそれもそう。確かに。まあでもこれセリフが消えたらもうね、あとはもうすべてお二人の独壇場なんで。いや、お願いしたいところです。ああ、ゲンさん。とりあえずまあまあまとまってますね。夏希、おーい。なんかこうゲンが夏希を探していて、そしたらなんかこうリビングの方をね見ると、ってなるとゴロニーンみたいな、すごいなんか猫の声真似から才能を感じ取るってもなんかすごいシュールなシーンなんだけど、可愛くなさすぎてびっくりした。もしかしてこれは最後夢が叶った。夢が叶ってる。夢が叶ってるのにそんなにいやらしい顔をしてるんですか。でこれ夏希がこう、夏希くん可愛いわ。可愛いでしょ。可愛い。こうやってよしよしってしながら声真似をしてるとしているシーンを目撃するみたいな。可愛いです、可愛いです。そうでここモノローグね。なんだと見て。あ、お父さんの。お父さんゲンがその様子を見てびっくりした。この声をあいつがみたいな。そういうことを言ってるようなシーンみたいなね。こういうイメージです。いいですね。果たしてこれが正解なんだろうかっていうのがなんかずっと不安が残る感じにはなりそうなんですけど、暗中模索ってこういう時に使うんだろうなって感じがすごいもん。はい。まあということでちょっとこの後、もちろんもうちょっとね考えた上で、おそらくこれ2つともさやが仕上げていく感じになると思いますので、作画をしようと思ってますので、そちらもぜひ番組でね出るところを楽しんでいただければと思います。とりあえずじゃあまずは似顔絵からそうだね、描いてまいりましょうか。いきましょう。はい。さあということで書いていきます。はい。もう花江さんをこう娘さんをねこう抱きかかえる花江夏樹さんということでやっていこうと思うんですけど、ちょっとどういう感じでシスターズを描こうかっていうのはねちょっと思ったんですけど、いやそうね、やっぱり顔はあんまりミステリアスに隠しすぎてもなということで横顔にしました。はい。でもよく見たらなんか花江さんのこう着ているお衣装もっとなんかこう袖が長くて。そうなんですよ。ちょっと後でこれトリミングしてだいぶ拡大したんでほとんど映ってないんですけど、いやそうだね、もうだいぶこう神々しいというか、このやっぱなんか世界観に合ってる。
こんな素敵なお衣装だったんですね。そうなんですよ。私普通にスーツなのかと思ってたわ。いやスーツではないんですね実は。はい、とりあえずなんかこの娘をこう可愛がる時の気持ちの浄化されてる感じっていうのを出す。浄化されやっぱ娘によって全て浄化されますから。いやまあそうね、僕も経験がたくさんあるんで分かるんですけど、はい、なんかこう疲れた気持ちのなんか黒いもやみたいなやつが、そうなんです。そういうのも吸い取ってくれるソウルジェムってこと。もう真っ白よはい、ということで線画をこんな感じで描いていきまして、だいぶなんかちょっとラフラフしいところが今回映ってるんであれなんですけど、はい、でこれちょっとラフの時に描いたカラーラフから塗り込んでいく形で今回やっております。ああそうなんだ、はい、カラーラフをそのまま使ってますね。カラーラフをこうグリグリと塗り込むことで何かまたなんかねこう緩やかというかあったかい雰囲気にならないかしらということで、試しに今回なんか花江さんに渡す絵で試すんだって感じだったなんか新しい塗り方を試してみようかなということででもゲンさんのさ遊んでおります。はい、イラストでさ、こんなにさチークがさいやそうなの、ピンクなのもさ珍しいよね。チークというかやっぱ色味としてだいぶなんだろう優しい色というか普段あまり使わない色を使うっていうのが結構テーマで。今さ、こう双子ちゃんの髪の毛さ色シューサー使いました？色シューサーも入れましたね。いやそうだよね、色シューサー入れた後にそれをまた勉強になります。お菓子で伸ばしていって、って感じだね。周りの色味に合わせてちょっとなんかその背景に使ってる色とかも髪の毛に取り込もうっていうのでやったり、この光が反射してる感じね、でもそこに色シューサーなんですよ。勉強になった。何なんですかおー、できてきた。でなんか結局周りにはちょっと草花でも描こうかということで、これは何の花でもない花を散らしてます。なんか花って意味出ちゃうなと思って、何の花でもない花がいいなという気持ちで花を描いてみました。美しい空間という意味で、はい、そんな感じです。ということで完成。なんか光が美しいね。神々しいというかね、温かい光の中でこう娘さんを愛する花江さんということでこちらをプレゼントね、できればと。シャツの柄が可愛いわ。そうなんです。これも花柄ですね。そしてさやさんのツーン来ましたね、この二郎系ラーメンあれやっぱ外には出てますね。よかったよかったよかった。さすがにね、中でね使ってる状態だとお布団にするのはちょっとさすがに、あれはね人類の夢ですけど、でもやっぱり中に入っちゃうと食べづらいからと思って。チャーシュー布団食べなきゃいけなくなっちゃう。そうというわけで、はい横にねすごいでっかい二郎系ラーメンの写真をね出しながら食べたことないんだよな我々本当に。いやそうなんだよ。そうでまずは小野賢章さんの部分から書き始めまして、でそうねこれね本当申し訳ないんだけど、この賢章さんの部分は2時間ぐらいで塗り終わってるんだけど、ラーメンマジで時間かけちゃって。でも確か面積がそもそも違うしいやそうなのてかなんならやっぱさ、二郎系ラーメンってなんか具が多いから塗り込む場所多いよな。そうなんだ。しかもこれ手前に来ちゃってるからさピンと合っちゃってるじゃん。いやそうなんですね。書かざるを得ない距離にもう緻密なラーメンが生まれて、でもなんかいいね、うまそうな色味で。いやぜひなんかね近くで見てほしい。ちゃんとなんかこう具のお野菜が分かる感じで描いたので、しかも上にこうなんか油というかね。そうこれ多分これが背脂なのかな。背脂で左側にねニンニクがもって乗ってて、でチャーシューがあってお野菜がキャベツともやしみたいなイメージで。すごいよな二郎系ラーメン。ご覧ください。本当にちょこって頑張ってずっとラーメン描いてる。待って本当だ、賢章さんもう塗り終わってる。いやそうなんだよ本当に塗り終わってる。多分なんか気づいたところはちょこちょこ賢章さんはねこうやってこんな感じでね加湿していく感じはあるんだけど、だいたいもうあとラーメンにラーメンがすごいな具がそうなんかもう何回も塗り重ねるっていうか、なんかだいたいこれがもやしでつって、でもやしのなんかアウトラインをどんどん追加していくみたいな。でなんか髪の雰囲気でなんかね湯気のこうちょっとラーメンにこう湯気が少しふわってかかってる感じも出しちゃったので、そうちょっと今回いいラーメンがかけたかなっていう感じで、どんぶり。うまそうだわ。なんかお腹空いてきたちょっと。ありがとう。嬉しい。この音声を撮ってるのがお昼前だからなんかすっごいお腹空いてきた。それはそう。でハイライトをね。そうほら筆細いな。今回もあれです。プラモデル用のやつですね。そうプラモデル用のやつを買って。でチークを入れまして、で色鉛筆で少しこう縁というか質感をね足して、でね今回は
まだ色鉛筆するんだ。さやさんちょっと次の説明したいから、さやさん次早く塗ってくれない？あ、そうそう、これ、はい、周りをね。あ、そう周りをね。これアクリル使ってますよ。終わっちゃった。イエーイ。いや、いい。ほら、うわ、いい。見て、美味しそうじゃない？すごい温かいね。これもこれで別の意味の温かさというか。そして右上。俺も今いた今花江さんらしきなんか線画がちらっと。はい、じゃじゃーん。こんな感じ。全体的にピンク、ラーメンだけどピンクもねたっぷり使ってほかほか感を出してみましたよ。いかがですか？いやー、食べたことない。食べてみたいな。食べてみたいですね。これお渡しするの楽しみですね。周り小野賢章確かにいっぱい書いてある。そうなんか必要に書いてある。ちょっと怖い。そしてこっち。いや、これよ。今回のこのテーマというか、アフレコをしてもらう漫画の存在しない架空の表紙を書くっていうややこしいんですけど、存在しない漫画も書き、存在しない漫画の表紙も書くからね。というわけでね、今回すごいね。おもろい色いっぱい入れてるね、最初に。そう。いや、今回はなんとなくやっぱりなんか前回もね夜遊び出していただいた時にこの架空の漫画の表紙でコピックだったので、今回もコピックにしようかなっていうのでコピックでガツガツ塗ってるんですけど、多分このねタイムラプスを見た皆さんはね、待って、どんどん見れる絵が見えなくなっていくっていう現象にね、多分この後なるんですよ。ほら、もしかしてフレームアウトした？フレームアウトっていうか、ちょっと今ほら絵の割合よりさ、ペンの割合の方が大きくなってまいりまして、確かにそのですね、なんかサムネかなみたいなYouTube のサムネでよくこういうのあるよなみたいな。でもなんか確かにコピックで塗ってる時のテーブルって感じがして。そうなんだよ。なんかね、一気にガンって出したやつをね、もうその辺に置いちゃうから、どんどんね書きづれえなって自分でも思いながら書いてるんですけど、はい。いやでもいいね。そう今回その声優を目指す息子を止める父親というあれなんですけど、でも、ね、声優を楽しんでる場所、書きたいなっていうので、でこのアフレコ現場というかね、スタジオで、でうちの事務所に行ってね、マイクこの写真撮ってきて、そうなんですよそううちで使ってるマイクがなんか1個ね、ちょっと声優さんが使うタイプのマイクにちょっと近いものがあったので、なんかこの今回資料それね、周りのなんかこのなんていうの、ピンみたいな、なんかジャングルジムみたいな部分、ショックマウントね、そうジャングルジムみたいなあれあるとめっちゃほら見て、気づいた途中で、ペンあるとこれタイムラプス見づらいんじゃねってことに、この仕上げのタイミングで気づいてるさあということで、こちらのじゃじゃーん、表紙になりたい息子を諦めさせる100の方法。いや、これ楽しみですね。一体もうだってどんなセリフが生まれるのか、即興でね、一体どうなっちゃうんでしょうかはい、ということで着きました。1年ぶりに来てるんですけど、もういやでもまさか3回目になるとさ思わないやない？そうだからなんかここも何度も来たなという気持ちもなりつつ、何度来てもなれないなという気持ちではあるんですけど、そうなんか楽屋にね、毎年これこのねドリンクっていうか、これお水、そうアベマ水って言うんだけど我々ねアベマ水って呼んでるだけなんですけど、これねもうきっと来ることはないよねとかってそう思って、これ楽屋にね置いといてくださってるから大切にね持って帰るんだけど、毎回ね、そう今年で3本目になりそうで、ということでじゃあ行きましょう。頑張ります。で出る直前です。とうとうだよ。なんか今日は何しに行くんだっていうと、いわゆる持ち込みに行きます。漫画とイラストを持ち込みに行くっていう役割なので、アフレコしてもらうという何も喋れてない。じゃあ行ってきます。夜遊びと漫画といえばこの方々、どうぞ。お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。お願いします。はい、はじめまして。そう、夏目さんちのゲンさんとさやさんです。よろしくお願いします。おかけください、ぜひ。賢章は実は初めましてということで。初めまして。小野賢章です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の方が、いや僕がもう一番後輩なんで。知ってますか、この声優。もちろんですよ。前回僕似顔絵をプレゼントしていただいて、それを今インスタのアイコンにさせていただいております。そういう劇よね。
いやもう誉れでしょ。誉れなんですね。僕はそれを SNS でただ見かけて、奥歯が砕けました。砕けただけの声優です。実はですね、今回も夏目さん家から2人にプレゼントがあるんです。そうなの？本当に？マジです。本当に？そうなんですよね。ね、さやさん、けんさん、そうなんですよね。そうなんです。本当に？毎度なんかすみません。いや本当に。欲しくてというか。これ企画で使うやつじゃなくて？違うんですよ。本当に？本当なんです。奥歯のために。じゃ僕からじゃあいいですか？今年はちょっと昨年ちょっとさやが書かせていただいて僕がこちらで。うわーすげえ！うわーすげえ！うわ何これ？やば！もうすごいじゃん。スターズもいる。すごい。何この神聖な空間。ありがとうございます。うわ嬉しい。めっちゃいいじゃん。この何ですか？天使のような。僕も娘がいるんですけど、花江さんもやはり可愛らしいお子様がいらっしゃって、やっぱなんか子供と触れ合う時の気持ちをイラスト的にこう表現すると。こうなりません？なりますね。っていう。こうなりませんってちょっと嬉しい。うわこれ子供たちにも見せますね。絶対喜ぶわ。ありがとうございます。ありがとうございます。誉れにです。続きまして。あれ。ちょっと僭越ながら書かせていただきました。こちらでございます。うわやったー。うわめっちゃいいじゃん。やったぜ。めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃいい。アイコンめっちゃ意識してくれてるじゃない。めっちゃアイコンだ。すげえアイコンだ。やったぜ。アイコンゲットだぜ。嬉しい。ラーメンでか。めっちゃうわ最高。やっぱりラーメンの印象強いですか？ラーメンやはりお好きって結構伺っていて、そうなのでケンションさんの部分は2時間ぐらいで書き終えたんですけど、ラーメン4時間ぐらい。そんな俺に4時間かけてくださいよ。いやでもこだわりがうまそう。めっちゃうまそう。この表情もめっちゃいいし。ここに端っこに。誰？花ちゃんいるよ。マジ？本当だ。こっちにはいます僕ちゃんと。こっちはまあ鼻の中。よく見たらいるか。よくかもしれない。すみませんちょっと。いや嬉しい嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。今回の企画はこちら。あの名作を漫画にしようよ。出たー。はい。そうこちらはですね昨年のコラボ企画妄想で漫画のストーリーを考えようで生まれた漫画の原案声優になりたい息子を諦めさせる100の方法というのがございまして、今回はその原案を元にした漫画を実際に作ってみたいと思います。なるほど。その時に作ったねキャラクター設定がこちらになっております。見てみましょう。お二人のね名前のキャラクターもいて、ゲンさんがお父さんになった。なるほど。そう有名声優。はい有名声優でね。そう厳しい世界だから。当たるんだ。そう厳しい世界だからね。でナミは浪川さん。まあゲンの思いも夏希の希望も理解してフォローしていくと。そして夏希。はい夏希。息子ですね。声遊びの楽しさから声優になりたい。子役デビューしてるんだ。そうするんです。まあでもまあ代表作がなく20歳頃に主演作がちらほら。まあこれだからだいぶ後半の話ですよね。なるほどね。関数がいっぱいある設定になってましたね。そして最後さやさんは猫。かわいいゆるふわかわいい女の子。癒しですね。マスコットだ。すごい優しい設定がついている。猫に対して優しい。そんなね声優になりたい息子を諦めさせる100の方法略して声100なんだけど、そうなの。なんとこれを今回夏目さんちのお二人がなんと漫画にしてくださいました。すごい。まずね表紙から見せてもらいたいと思います。こちら。めっちゃいい。めっちゃい
めっちゃいい。もうちょっとわかりやすいもん。ちゃんと漫画だ。夜遊びコミックス。すごい。レーベル後ろでね。いや対象とダメだ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 って言ってるね。もうなる気満々だもんね。夏希。本格機材を。ね。ちゃんと機材。いやでもこの台本の持ち方はもう結構慣れてきてる時。すごいね。ちゃんとだいぶ歴が出ちゃった。歴出ちゃってる。いやでもいいですよね。だからお父さんからそういうのもねちょっと教わるんだろうなとかね。見よう見まねかもしれない。見よう見まねでね。確かにね。そこにちょっとあれ才能がとか感じるの。ちゃんとやっぱシャカシャカ着てないところもいい。あそうね。服のね音がね。確かにシンプルな服。そう確かに。音気にしてる感じもあってね。さすがプロ意識高いんですね。ちょっと結構下手に羽織っちゃうとちょっとあれだもんね。さすが源さんの息子。素晴らしい。増えてなかったのか。すごい増えていく。すごい考察していただいてありがとう。はい、では続いて漫画にしてもらったシーンなんだけどこちらになります。はい出てくる？はい、シーン1夏希声優の兆しさやの声真似遊び、そしてシーン2は源行く夏希のバトンタッチ。これでもねやっぱドラマとしては盛り上がると思います。はい、ではですねまずは一つ目夏希声優の兆しさやの声真似遊びから見せてもらいましょう、こちうわすごい。ら漫画だちゃんとあふと気づいてなんだアニメが流れてるのか。夏希どこだっつって。で、アニメではなくて猫の真似をしている。うわーすごい。天才だ。だいぶ近い位置で真似てるね。結構聞いてるんでしょうね。コピーしてる。これはでもランドセルがあるってことも小学生ってことですか。小学生はすごい。おい夏希すごいじゃん。こだわりポイントはどんなところですか。こだわりポイントはやっぱなんか下の最後の2コマのなんかエモさを出したくて、そこの緩急の間をつけようっていう。あそうここのなんかシーンはこう2人で相談しながら考えて。では続いて2つ目のシーン源行く夏希へのバトンタッチがこちら。おおいってる。もういってる。もういってるよこれ。うわ見守ってるわ。そうなんです。でも1ページなんで。お父さんのことをちょっと思い出しながらというか。ちょっとだから役を引き継いでるから父はこう演じてたとかこうやってたっていうのを入れつつそれでも僕は自分にしかできない新しいその父さんの魂をこう消化させるっていう。なんでちょっと泣きそうになったの。これよな。いいわ。もうはいということでですね賢章と夏希にやってもらうのはこちら。シーンに生アフレということでね、はいこちら夏希には夏希役、賢章には夏希以外の声を。でも確かにそうですよね。僕去年は参加できてないんで。でも夏希以外の全てをわかりました。賢章に任せたいということでそれじゃあね早速いきたいと思います。シーン1からいきたいと思います。夏希声優の兆しさやの声真似遊びから生アフレコスタート。おいナミ、夏希どこだ。あらあなたお帰りなさい。夏希ならリビングにいると思うわよ。おおそうか。なんだ夏希、俺の出てるアニメでも見てるのか。さやなんて言ってるの。ちくわちくわちくわおいしいちくわおいしい。こいつは天才かもしれない。うわエモどうですか
したか今のアフレコは。ちょっとこんなになりそう。大丈夫です。いろんな感情が今、面白いと感動が今ちょっとそうきて、ぐちゃぐちゃですよ。どうなっちゃったんだろう私。あとちょっと猫すごくないですか。猫のポテンシャルやばいです。猫が天才だ。猫が天才まで。アンサンブルがすごい。猫が喋った。では続いてのシーンもやってみたいと思います。はい、シーン2、弦行く夏系のバトンタッチ。今回のコラボ企画は以上になりますが、やってみていかがでしたでどうでししたょうお二か。人。いやなんか毎回この番組来させていただいて、はいただのオタクとして我々2人で感動して帰ってるんですけど、なんか毎年違う感動いただけて、はい今年なんかすごいぐちゃぐちゃでした。もしかしてそれって俺のせい？いい意味のぐちゃぐちゃです。いい意味の。もう面白いのにあいつ何だったんだ。ということでですね、夏美さんちの源さん、さやさん、本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、終わりました。ありがとうございました。いやね、はい3年目ですけども膝のガクガクすごいわ。結局普段アニメから見ている声が横から聞こえてきちゃうと、冷静ではいられないですよ。どんな感情でいていいのかわからないし、どんな顔でしていいのかわからないし、何が正しいのかがわからない。そうなんだ。でもとにかくなんか言いようのないこう、はい。絵も言えぬ感動をいただけて、ね、本当に今回もすごい感激でした。素晴らしい経験をありがとうございます。ありがとうございましたはい書かせてもらう機会ってねとんでもないし、そうなんですよ。あと本当にうん、お腹が空いた。緊張が解けたんじゃないですか。緊張も解けたし、ラーメンの絵をいやそうなんですよ小野賢章さんにプレゼントさせていただいたんですけど、その後確かそう少しだけラーメンのお話をはいさっきさせていただいて、はいマジでお腹空いた。普通にちょっと二郎系ラーメン食べたいもんね。食べたい。デビューしたい。デビューしたいね。まだデビューしたことないんで。でもなんかなんだっけ、もしもしマシマシもし西ニンニクマシマシ。ニンニク西西うん。呪文があるんでしょ。なんかそう学んでいかないといけないね。ということでじゃあ、はい。帰ります。ありがとうございます。この絵私に来てさ、肩で息することあるっていう感じだね。そうなんか大丈夫かなって横でなんか息遣いが荒くて、これ載ってないか放送にと思って。ちゃんと変態じゃない？ちゃんとちょっと怖かった僕が。有言実行。資料写真をすごい私撮らされて、もうちょっと下がって、いやもうちょっとこの辺から撮ってっつってめちゃくちゃ私がダメ出しして何回も写真を撮らされた私の母に感謝しようと思います。確かにそれもね。褒めてもらえたよお母さん。ありがとうございました。本当に。またケンさんが今からラーメン作ります。そういう動画が始まる。